太陽の昇る国、日本。この動画は日本でソロランクを300ゲーム以上プレイし、日本のみを使用して上位 1% にあたる征服者3まで到達したリアル日本人による日本ガイドとなります。日本で選択すべき歴史的建造物から強力な軍編成、固有ユニットの特徴と使い方、各文明と相対する際の Tips などを紹介しますので、ぜひご覧ください。ではまずは日本が全16文明の中でどのような位置づけにあるかを確認してみましょう。現状、日本以外の個人的な文明ティアリストはこのようになります。日本はこの中でどこに入るかというと、お前はもう死んでいる。何？日本に期待を膨らませている皆様に残念なお知らせがございます。日本、ダメだこれ。ここで少し日本の歴史について触れたいと思います。日本実装当初は他のぶっ壊れ文明にフルボッコにされつつも、特に歴史的建造物が非常に強力で、少なくとも可能性に満ちた文明でした。そんな日本にある日突然刺客が訪れます。レリックエンターテインメントによる無慈悲なナーフラッシュにより、強力な歴史的建造物を全て下方修正されてしまい、無事日本は五輪中なされました。もともとナーフ前から征服者異常体においては統計的に勝率が 50% を切っており、そこまで勝率の高くなかった日本だったんですけれども、この調整によりさらに苦境に立たされることとなったわけですね。よって現状の日本は内政は他の文明と比較して特段強いわけではなく、軍に関しても侍以外のユニットに関しては非常に微妙と言わざるを得ません。ゲーム開始時点でほぼ無理ゲーなマッチアップも存在します。それでも日本を使って勝ちたいド M な方がいらっしゃいましたら、ぜひ続きをご覧ください。最初に結論から述べてしまいますと、このように選択していきます。蔵、浮遊門、種子島鉄砲火事といった順番です。時代ごとに軽く解説をしておきます。両種の時代は蔵か高価の町の2種類から選択できます。蔵は特に序盤はコストが高くてなかなか手が出せない畑を無料で供給し、終盤まで腐ることなく活躍するため、説明するまでもなく優秀な歴史的建造物と言えるかと思います。高価の里は固有ユニットである患者を生産可能とする非常に面白い歴史的建造物ではあるんですけれども、少なくともリクマップにおいては忍者は活躍の場が非常に限定的であることからお勧めしません。上主の時代は浮遊門か平等の礼拝堂の2種類から選択できます。浮遊門は実質的に聖なる箱を最大4つまで供給し、蔵と同じく終盤まで腐ることなく活躍します。さらにより城を騎兵育成所に格納して即上騎士ラッシュをしたり武士ラッシュをしたり、攻撃兵器工房に格納して戦況に応じて必要な攻撃兵器を瞬時に生産できたりなど、戦略の幅も広がり、非常に優秀な歴史的建造物と言えるかと思います。対して平等の礼拝堂はバッファー兼デバッファーである僧侶を生産可能とする、非常に面白い歴史的建造物ではあるんですけれども、バフスキルに関しては聖なる箔が必要だったり、デバフスキルは範囲ではなく単体ユニット対象だったりと、これもまた高価の町と同じく活躍の場が非常に限定的であることからお勧めしません。帝王の時代は種子島鉄砲火事か烏城の2種類から選択できます。
種子島鉄砲鍛冶は射石砲や砲撃手、大筒などの強力なユニットと交換できる無料券を一定時間ごとに供給する非常に優秀な歴史的建造物です。資源に換算すると分間480もの資源を生んでいることとなり、その強さをご理解いただけるかと思います。対して烏城は砦の機能を備えつつ、さらに一定時間ごとに莫大な資源を供給するものであって、これもまた悪くはない歴史的建造物です。もらえる資源量は商人の移動距離によって変化しますが、現実的には種子島鉄砲鍛冶の分間480を超えるのはほぼ不可能で、なおかつ5分に1度の頻度でしかもらえません。加えて資源を得るには商人が倒されないように交易路を防衛する必要もあり、これらの手間に対するリターンを比較すると、砦が帝王進化と同時に立つことを加味しても種子島鉄砲鍛冶に軍配が上がるかと思います。なので例えば今攻められたら死ぬけど帝王に行きたい場合などの限られた状況以外においては種子島鉄砲鍛冶を選択しておくと良いでしょう。序盤・中盤の軍編成については相手の文明に大きく左右される要素のため、この後の文明ごとの解説をご参照ください。ここでは相手の文明に関係なく最終的な軍編成のユニット候補を紹介したいと思います。武士、槍兵、女武芸者、刀旗本、砲撃手、弓旗本、投石機、土砲。日本の強みである近接歩兵を中心とし、近接歩兵の弱みを砲撃手、投石機で補うような編成となっております。砲撃手に関してはどのユニットに対しても基本的に有効な最強ユニットなので、研究などに支障のない範囲で、主に種子島鉄砲鍛冶から編成に取り入れると良いでしょう。砲撃手以外の各兵種の量は敵の編成や状況に応じて都度調整しましょう。例えば敵が軍兵土兵構成であれば武士、女武芸者、投石の比率を増やして対処します。敵がマス騎士であれば槍兵の比率を増やして対処します。敵がマス軍兵であれば武士の比率を増やして対処します。敵が槍兵一火砲構成であれば武士、女武芸者、土砲の比率を増やして対処します。敵があらゆる兵種を混在させた編成を取ってきた場合は、こちらも候補のユニットを全て混在させて対処します。ちなみに対建造物に関しては基本的にはマス波状対で処理し、赤の宮殿や万里の長城などの強力な近寄りがたい砦に対しては遠投投石機で対抗すると良いでしょう。ここまでの解説を聞いて弓兵や土兵、騎士などが最終編成の候補にない理由や、敵の軍兵に対して主に武士で対抗することなどに疑問を覚えた方もいらっしゃるかと思います。その疑問への回答も含め、ここからは軍編成を考える上で押さえておくべき日本の主要な各固有ユニットの特徴について解説します。武士。武士は日本の顔とも呼べるユニットで、日本のユニットの中では最もコスパに優れており、大半の戦闘で主力となります。金コストが通常の軍兵と比べて10高いものの、一撃目の被弾を完全無効化する変更装甲、歩兵に対してボーナスダメージを与える大立ち、4段階目の近接ダメージアップ研究、近接歩兵のダメージを上昇させる刀旗本といった要素により、コストのデメリットを補ってあまりあるスペックを持ち合わせています。最終的な攻撃力は刀旗本によるバフも乗せるとなんと驚異の25、歩兵に対しては29もの攻撃力を持っています。ちなみに口述しますが、日本は土兵に当たるユニットが残念すぎるため、敵の軍兵のカウンターユニットとして代わりに武士を使うと良いでしょう。敵が騎兵しか出していないなど特殊な状況を除いて、とりあえず出しておいて損はない強力なユニットです。女武芸者。安価でありながら近接走行が低いユニットに対して絶大な DPS を発揮するユニットです。
機動力も優れており、歩兵でありながらハラスや広位兵器スナイパーとして利用するにも適しています。さらにリーチも長いため、戦闘時に近接歩兵同士が詰まって DPS が発揮できないような状況もある程度抑制することができます。また軽装属性のため、近接歩兵でありながら土兵に対するカウンターユニットとしても活躍してくれます。足軽和弓、通常の弓兵と比較して安価で機動力が高いものの HP と基礎ダメージが低い特徴があります。そのため射撃走行が低いユニットには通常の弓兵と同様に有効ですが、騎乗兵や軍兵などに対しては全く歯が立ちません。ただし弓旗本のバフによってようやく通常弓兵と同等の攻撃力を得ることができます。デリー相手など領主の時代において本格的に戦闘せざるを得ない場合は敵の編成に応じて出しても良いでしょう。しかし城主の時代以降は日本だけにかかわらず、そもそも弓兵という兵種自体が活躍させられる場面が限定的ですし、日本の場合は近接歩兵でカバーできる部分が多いため、やむを得ない場合を除いて一切作らない方が良いと思います。女武者、結論から言いますと、このユニットを作るのはあまりおすすめしません。通常の土兵と比較して金コストが20も高いのにもかかわらず、基礎ダメージが2も低いという残念な性能となっております。つまり正面同士で軍を当てる分にはただの弱くて高価な土兵でしかないということです。その代わりに射程が通常の土兵よりも 0.5 長く、騎兵ユニットのため機動力を生かした戦い方ができるのが強みです。例えば敵が近接兵しか出していないような状況では、固有の足アップ研究を入れた上で引き打ちによる戦果が期待できます。敵が前哨や壁などの防衛施設を怠っている状況であれば、ハラスによる戦果も期待できます。また馬旗本を同伴させることによってようやく通常の土兵と攻撃力が並ぶようになります。しかしながら馬旗本が近接兵なのに対し、女武者が射撃ユニットというのが地味に相性が悪く使いにくいです。あるとすれば女武者、騎馬武者、馬旗本構成で戦うことになるでしょう。ただいずれにせよコスト分の活躍をさせるには操作量負荷が非常に大きく難易度も高いため、少なくとも征服者3に到達するというコンセプトにはあまり合わないユニットだと考えています。マイクロに自信がある方は試しに使ってみても良いかもしれません。騎馬武者、武士の特徴とほぼ同様です。通常の騎士と比べて金コストが10高いですが、1撃目の被弾を完全無効化する変更走行、4段階目の近接攻撃アップ研究、馬旗本による攻撃力上昇バフといった強みがあります。特に浮遊門で即上手進化し、より代を騎兵育成所に格納して騎士を3倍速でひねり出す戦法が強力で、マップコントロールを取りつつハラスでも大活躍してくれます。ありがちな展開として、騎士同士の殴り合いになった場合においても変更走行の相性が良く、敵の騎士の突撃による大ダメージを完全無効化できますし、そうでなくても騎士は1撃あたりのダメージが大きいので、通常攻撃を一度無効化するだけでも強力です。ただし日本はフランスのように騎士のコストを安くしたり、体力を大幅に向上させたりといったような強力な固有研究を持っているわけではないので、騎馬武者を出すにしても徐々に歩兵にトランジションしていくと良いでしょう。大筒、種子島鉄砲鍛冶からのみ生産できる対建造物特化の射撃歩兵です。建造物に対して絶大なボーナスを持つユニットではありますが、基礎ダメージもそこそこある範囲攻撃のため、特に敵が密集している場合にはユニットに対してもある程度の活躍をしてくれます。しかしながら対ユニット性能に関しては同コストで種子島鉄砲鍛冶から生産できる砲撃手と比べるとかなり劣ってしまいます。人によってかなり意見が分かれるところかとは思いますが、個人的には大筒よりも砲撃手を優先して生産した方が良いと考えています。理由として日本は土兵が前述の通り厳しい性能のため後方支援が不足しがちなんですけれども、その穴を砲撃手がうまく埋めてくれるためです。また対建造物に関してはバス波状椎や遠投投石機で十分であり、
わざわざ攻撃手枠を捨てて前線維持の難易度を上げてまで砲術を作る必要性が見出せないためです。分量で敵を圧倒しており、とにかく建造物をいち早く破壊していきたいような状況では出してみても良いかもしれません。IU 部長に対しては即石 2TC 戦法がおすすめです。即石 2TC 戦法に関しましては、概要欄にファームマンオフィシャルチャンネル様による解説動画のリンクを貼っておりますので、そちらを参照してください。セカンドは基本的には均衡に密接して立てるべきですが、必ず石膏で敵が何塔で進化しているのかを確認し、もし敵が交易塔進化をしている場合は、進化直後に三兵を出してセカンドの建設妨害をしてくる可能性があるため、金に密接させつつも必ずファーストの射撃で守りやすい位置にセカンドを立てましょう。無理にファーストの射撃レンジ外に欲張って立てようとするとこんなことになります。逆に経済塔や文化塔進化の場合はある程度欲張った位置に立てても良いでしょう。また敵に 2TC を見られてからよくありがちなのが、文化塔による即上手からの軍兵ラッシュをしてくるパターンです。この場合敵の軍兵が着弾するまでに無理に上手入りしようとしても絶対に間に合わないため、両手で武士と刀旗本を全力で生産して返しましょう。意外に思われるかもしれませんが、領主武士は上手グーラムと悪くないトレードができます。この時近接攻撃アップと近接防御アップの研究を隙あらば入れるようにしましょう。敵の軍量を見ながら死なない程度の最低限の軍を生産し、守りながら城主入りを目指します。城主にほぼ無傷で入れた時点で敵と圧倒的な内政差ができているので、ほぼ勝利同然です。ジャンヌ・ダルクに対してはゲーム開始後すぐにエスケープキーを押します。すると降伏というボタンがあるので、これを左クリックします。これによりあなたの貴重な時間を浪費することなく次のゲームに臨むことができます。というのは半分冗談で、あまり気が乗りませんが真面目に解説するとしましょう。が、ジャンヌ・ダルクはご存知の通りぶっ壊れ最強文明であり、相手があなたと同等の腕前の場合はほぼ勝てる見込みはないという事実は肝に銘じておきましょう。日本に限りませんが、大抵の文明は領主の時代でジャンヌ・ダルクと戦うことは死を意味します。なぜなら領主へ戦えば戦うほどジャンヌは経験値を獲得し、あっという間に城主ジャンヌに進化してしまうためです。こちらが城主の時代に進化できていない段階で城主ジャンヌが誕生してしまった場合、ほぼ GG と考えていただいて差し支えありません。イカれた範囲攻撃、イカれた範囲回復、イカれた走行、イカれた無料軍兵になすすべもなく死にます。よって選択肢は即上以外にないと思います。領主進化を押したらすぐに木を伐採し、なるべく早く金横に全焼を立てます。その後石を使って様、体力アップの順番で全焼を強化したいのですが、幸い日本は金を掘っているだけでも全焼のアップグレードに必要な石が手に入るため、これを活用して強化します。敵はあらゆる方面から騎士でハラスを仕掛けてきますが、必要に応じて策を活用して守りながらナルハヤでの城主入りを目指します。城主進化中に騎兵小屋を一つ建て、進化したらすかさず浮遊門から生成されるよりしろを騎兵小屋に格納し、騎馬武者を資源の限り生産します。この時金が足らずに食料と木が余ってしまった場合は戦士小屋を建てて槍兵を混ぜ、なんとか敵の領主ラッシュを耐えしのぎます。耐えしのんだら箱を集めつつ騎馬武者で敵陣を荒らしまくりましょう。隙あらば騎士でジャンヌを倒されると非常に有利です。主機の遺産に対してはゲーム開始後すぐにエスケープキーを押します。すると降伏というボタンがあるので、これを左クリックし
映像が乱れまして大変失礼いたしました。日本は手記相手もかなり厳しいマッチアップです。いろいろと理由はありますが、日本は領主の時代において諸葛土兵に対してあまりにも無力であることが主な要因です。普通に考えると領主の時代の日本は騎乗兵が諸葛土兵に対しての強力なカウンターユニット候補になるかと思います。しかしながら諸葛土兵が10体20体と溜まり始めると、非常にお手軽な引き打ちマイクロをされるだけで面白いように騎乗兵が解けていきます。大量の諸葛土兵に多少の槍兵が混ざるとほぼ無敵同然で、これを日本で返すのは凄まじく難易度が高くクソゲーと化しています。たちの悪いことに諸葛土兵ラッシュをする側は非常に簡単で、誤解を恐れずに言ってしまえば、現在ゴールドやプラチナの方であっても脳死で諸葛土兵ラッシュだけしていればお手軽に征服者に到達できると断言できます。また内政面においても東王朝ボーナスの歴史的建造物の割引や官僚の監督スキルによる最終レートブースト、瞑想の庭による不労所得、総王朝の経済系建造物の大幅割引などの強力な特性と比べると、日本は非力のため不利な状況をなんとか覆すところからゲームが始まるイメージとなります。ここで面白い例を一つ紹介しましょう。このゲームでは私は即上手進化を狙っています。相手の手記は 2TC からの上手入りを狙っている局面です。ちょっと待って、こちらがそろそろ上手の歴史的建造物を建て始めようとする中、なんと 2TC している手記は7分50秒で上手入りを果たしました。これは日本の最速即上手進化の理論値とほとんど変わらない時間です。つまりこの時点で内政でも進化でさえも負けたことになるので、すでにゲームは実質終わっており、ここから巻き返すことはまず間違いなく不可能でしょう。といったような前提を踏まえて、では手記に対してはどのように立ち回ればよいかですが、残念ながら私自身まだ自信を持ってお勧めできるような回答を見つけられておりません。強いて言えば即石 2TC 進化をした上で状況に応じて騎乗兵、武士、足軽脇を用いて死に物狂いでセカンドを防衛する戦法が稀にうまくいくことがあります。非常にシビアな資源管理、マイクロが求められるため難易度は高いですが、試してみても良いでしょう。もし回答を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントにて教えていただけたら幸いです。これは相手が甘えたか。対ビザンティンは概要欄でガイド動画のリンクを貼っていますが、即石 2TC の内政欲張りオーダーが安定します。この時敵の領主ランドマークに注意が必要です。もし皇室競馬場で領主進化をしていたら、早期に騎乗兵によるハラスが来る可能性が高いため、セカンドの建設を妨害されないようにファーストの射撃レンジ内にセカンドを立てるようにします。もし大ワインエン進化だった場合は欲張ってファーストから多少遠い位置にセカンドを立てても良いでしょう。領主ラッシュを仕掛けられた場合は武士を主体にした編成を組んで返します。ただし敵が競馬場進化かつ傭兵の下宿騎士を出してきた場合は要注意で、槍兵を気持ち多めに用意しておきましょう。なぜなら競馬場のトライアンフスキルは傭兵騎兵ユニットにも適用されるため、オリジナルの下宿や騎士よりも凶悪な性能を持つためです。ちなみにビザンティンの波状椎にあたる固有ユニットのチェイロサイフォンは、ユニットが火炎放射に巻き込まれると恐ろしいスピードで溶けていくので、必ず車線外から殴るようにしましょう。日本ミラーは浮遊門で即上手し、より代を騎兵育成所に入れて騎馬武者をスパンする戦法が主流で非常に強力です。騎馬武者でハラスしつつマップコントロールを取りながら箱をできる限り多く集めていきます。ただし軍編成のセクションでも言及しましたが、騎馬武者を出す場合でも徐々に歩兵にトランジションしていくと安定するでしょう。中盤から後半戦は武士同士の物量勝負の殴り合いになる展開が多く、その段階に至るまでにいかにして内政リードを得てご利用しできる展開に持ち込むかがポイントです。日本は畑バフの特性上、中盤以降は必ず町の中心の周りに畑を敷き詰めて食料を得ているので、
敵の町の中心周辺を戦場にすることさえできれば、敵は要な食料収入を失い GG の展開となるパターンが多いため、軍量で勝っているタイミングでは積極的にこれを狙っていきましょう。対イングランドはいかにして領主ラッシュを耐えるかが鍵になります。大抵のイングランドはロングボウ、槍兵、軍兵で全勝を絡めた領主ラッシュを仕掛けてくるため、主に騎乗兵、武士、足軽和弓を用いて返します。特にロングボウが厄介ではありますが、鈍足である弱みがあるため、騎乗兵、足軽和弓の高い機動力を生かしてスナイプしていくと良いでしょう。マップや生成が防衛に適している場合は、領主の時代は全勝と最低限の武士のみで防衛し、城主を急ぐ戦法も強力です。城主の時代に入ったら武士を量産し、敵陣にアタックムーブしているだけでゲームが終わることもあります。イングランドは帝王の時代に入ると囲い込みの条件研究に加えて凄まじい収集レートを誇る畑により強力な文明となりますが、逆に城主の時代序盤から中盤にかけては内政軍事ともに貧弱な文明なので、アグレッシブに攻めていくと良いでしょう。対デリーは領主の時代で当然聖地合戦になるので、敵の軍編成に合わせて騎乗兵、槍兵、武士、足軽和弓の混成軍で聖地を極力取られないように全力で妨害することが鍵になります。デリーが聖地を取れるようになるまではある程度時間的猶予があるので、領主進化後に軍を出すことを急ぎすぎる必要はなく、領主進化を押したら2人から3人で石を掘り、町の中心のアップグレードをすることによって旗本を早期から戦闘に混ぜられるように準備をします。基本的には軍操作のマイクロゲーになるので、あなたの軍操作の腕前がはっきり結果に反映されるゲームとなるでしょう。対アッパース朝は領主で文化闘進化をしていない限りは領主時代でのオールインがおすすめです。大抵は経済闘または軍事闘進化をしつつセカンドを立ててきますが、建設自体を無理に妨害する必要はありません。ちなみに軍事闘進化の場合は当然進化直後に提供される槍兵2体、弓兵2体でハラスを仕掛けてくるので、女武芸者や武士で返すと良いでしょう。アッパース朝は領主の時代においては武士に対してコスパの良い効果的なカウンターユニットを持っていないため、武士を主体にしてまずは波状椎を絡めながらセカンドを攻めていきます。目安としては10分前には波状椎2体と侍8から10体ほどでプッシュをすることができれば理想です。セカンドを割った後も基本的には攻めの勢いを衰えさせず、敵の資源地を抑えながら状況に応じてファーストまたは知恵の館の破壊を狙い、可能であればゲームを終わらせに行きましょう。注意点として、もし敵が武士読みで百大弓騎兵を大量に出してきそうな場合は足軽和弓を混ぜると良いでしょう。対オスマンは暗黒時代で軍学校による槍兵のハラスが来る可能性を考慮し、ファーストの射撃レンジ内に石が入るようなマップであれば即石 2TC、 入らない場合は素直に 1TC で領主戦に付き合うか、敵が 2TC していたり城主を目指している場合は即上をすると安定するでしょう。領主戦をする場合はオスマンは領主の時代で武士に対して効果的なカウンターユニットを持っていないことを踏まえ、武士をメインに戦うと良いでしょう。城主の時代ではメフメド帝国交渉から無料生産される投石に注意が必要ではありますが、日本は少なくとも城主の時代では近接兵主体の構成で投石が大ダメージを与えられる射撃ユニットがいないため、無理に土砲を出さなくても近接兵のみでご利用する状況も多々あります。しかし敵がマス土兵をしてくるようであれば、こちらも投石を絡めて戦っていきましょう。中途半端で恐縮ですが、次の文明に関してはマッチングする頻度があまりにも低く経験不足だったり、
当たってもフルボッコにされるだけで私自身解説するレベルではなかったりなどの理由により本動画では除外しています。今後さらに日本の経験を積み自分なりの回を見つけることができましたらまた改めて日本完全ガイドと称して動画を出すかもしれません。現在日本使いの皆様、これから日本を始めようとしている方々に少しでも役に立っていたら幸いです。いろいろと日本に対してネガティブなことも言いましたが、日本には使ってて楽しいという最強の強みがあるため、私も今後も使い続けていこうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。